チャンネル登録とハイプは今後の活動の大きな励みになります。君は別のオブジェクトを担当することになる。ようこそ俺たちの戦場へ。おい、一体ここの補給状況はどれだけ最悪なんだ。そして最後にトイレットペーパーが切れたのが2週間前だ。 SCP-100JP 解放します。直接見ると美しいな。この模型一つ一つが実際の恒星や惑星と連動しているのですね。おい、冥王星はいつからあんな状態だったんだ。この手で宇宙の運命をつかむんだ。死ぬ気で動け。今回の措置は応急処置だ。地震警報。冥王星が破壊されています。 SCP-2362 のリアルタイムライブフィード転送を要求する。ブラウン博士、サイト103から緊急連絡が入りました。サイト103、屋根裏部屋の宇宙を管理しているところか。繋いでくれ。探査船オルフェウスへのアクセスを要求。今すぐオルフェウスのライブカメラを接続しろ。 SCP-2362 のリアルタイ了解。ムライブフィード転送。オルフェウスのライブカメラ接続完了。地表面を最大望遠で拡大してくれ。SCP オブジェクトとは、世界各地で発見される超自然的な現象、不思議な生命体、そして謎めいた物体の総称だ。あるオブジェクトはただの道具のように見えるが、あるものは人間に致命的な脅威を与える。さらには、ただ存在しているだけで世界を滅亡させる可能性を秘めたものも存在する。SCP 財団は、これらのオブジェクトを確保、収容、保護という手順で徹底的に管理する組織だ。財団は全てのオブジェクトに固有の番号とクラスを割り振り、容易かつ安全に収容可能なセーフ、収容に不安定性があり予測不可能なユークリッド、収容において非常に複雑な手順と膨大な費用が必要なケテルなどに分類する。人類が光の中で安全に生き続けられるよう、暗闇の中で自らを犠牲にする組織、それが SCP 財団だ。で、タヌキの旦那、現状はどうなってる？博士は説明が下手なのでバカでもわかるように私が説明して差し上げます。岩田8部隊には関係のない情報でしたので今まで共有されていませんでしたが、私たちがよく知る冥王星は実は惑星ではないという仮説があります。1983年、財団の研究員たちによって冥王星の表面は一般的な惑星のような岩石ではなく有機物で構成されていることが明らかにされました。その後、冥王星はオブジェクト名 SCP-2362 と命名され、財団の衛星オルフェウスの監視下で現在も研究が進行中でした。そして例のハウメア、マケマケ、エリスもまた似たような構造の有機質で構成されていることが確認されています。つまり SCP-100JP の天体モデルの中にある赤いカビのような模型はこれらと関係があるという意味です。理解できましたか、チンピラさん。いや、はい。
そして今回の地震によって冥王星のモデルが破壊され、実際に冥王星に巨大な亀裂が発生したという連絡を受けた。しかし一つ疑問が残ります。冥王星、いや2362が惑星ではないのなら、なぜその中に惑星モデルが存在するのでしょうか。そして赤いカビのような模型は結局何を意味しているのでしょうか。それは今から俺たちが解明すべきことだ。輸送ヘリが到着しました。さてそろそろ出発しなきゃな。緑、装備をまとめていくぞ。お疲れ様です、ソリス博士。機動部隊オミクロン12の隊長マーカスです。目的地まで安全にお送りします。五妖星の木材補強剤、特殊開発されたシロアリ駆除薬、そしてトイレットペーパーも一緒にお持ちしました。てめえら、これで地獄は終わりだぜ。これで手を使わなくて済む。補給はこれだけか。協議会で報告書をもとにケテルクラスへの格上げ審議が終わり次第追加物資を送る予定です。そうか。では陸とするか。おいチンピラ、なんだ。戻ったら部隊を全面的に改編する。早く家の修理を終わらせておけよ。大丈夫大丈夫、専用テントを残して待ってるから。あれは処分しろ。ごめんね。一緒に行けないの。すぐ戻ってくるから、他の隊員たちと仲良くね。わかった。おい緑、早く来い。じゃあ、行ってくるね。あいつに情でも移ったか。黙りなさい。あなたに心はないんですか？お前に言われたくない。安っぽい CG を使った B 級映画みたいな入場法でしたね。まさか研究基地が宇宙センターの地下にあったとはな。大胆だな。木を隠すなら森の中という言葉がありますからね。長旅お疲れ様でした、ソリス博士。 SCP-2362 研究担当のミケル・ブランです。おお、どこかで見た顔だと思ったら、まさか天文学界の有名人とは光栄ですな。そちらはあくまで副業に過ぎませんよ、はは。こちらは助手のナターシャです。Здравствуйте。それにしても報告を聞いて驚きました。例の屋根裏の件。まあひとまず中で話しましょう。確認すべきことがたくさんありますから。ナターシャ、緑さんを観測プラットフォームへ案内してくれ。ポニャラ、こちらへ。では現状を整理しましょう。 SCP-169 の活動により屋根裏の宇宙の冥王星モデルが破壊された後、時を同じくして実際の冥王星の表面で地殻変動が発生、正体不明のガスの噴出が確認されています。そしてまるで割れた卵の殻のようだったという惑星モデルの写真の件ですが、現状と比較してお見せしましょう。実は約2週間前、冥王星の中心質量が南極へ移動しているのを確認していました。
内角が南極へ移動するほどの地殻変動となれば惑星はとっくに崩壊しているはずです。しかし破壊された模型のように、もし内部が本当に空洞だったとしたら、これまで大きな地殻亀裂がなかったことにも納得がいく。つまり今回の事態以前から何らかの変化が起きていたとか。ええ、そして今回の地震が冥王星の変化を加速させたことは間違いありません。表面に探査機を送ることはできないのですか？すでに小型探査機を数回送りましたが、ガス雲の層にあるプラズマによって探査機が破壊され不可能な状況です。一体あの中で何が起きているというのか。ところで日本人、サイト103のサングラスのチンピラは元気？あのうるさい男のことですか？なぜです？いや、実はあの男、ここが SCP-2362、すなわち冥王星を観測する場所だ。あれが現在の状況というわけですか？ヴェルナ、地震の後亀裂が発生し、どんどん広がっている。現在約905キロメートルまで拡大した。そして衛星回路の軌道も歪み始めている。つまり崩壊寸前だと。だ、数日間この状態だ。いつ崩壊が起きてもおかしくない。まさかこの警報は。オブジェクトの南極で大規模な地震を観測。スペクトル分析の結果、震度10以上、測定不能です。早く博士たちを。カムラ、冥王星に異常信号。今すぐオイボレアライグマを連れて観測室に来てください。そういえば博士は宇宙の生命体についてどうお考えです？宇宙人ですか。実際に日本支部が管理するオブジェクトの中には東京でラーメン屋を営む宇宙人もいますからな。少なくとも懐疑的ではありません。いえ、私が言っているのは惑星に住む生物ではありません。宇宙で生まれ宇宙そのものを住処とする生物そのものです。お話ししたいことがあります。まだ仮説に過ぎませんが、実は冥王星は。カムラ、冥王星に異常信号。今すぐオイボレアライグマを連れて観測室に来てください。オイボレアライグマ？話は後です。緊急事態です。早く観測室へ。早く来なさい、オイボレアライグマ。ナターシャ、現状は？オブジェクト南極の内部で移動していた質量風の活性化を感知。オルフェウスをオブジェクトからもっと離せ。そしてサブ探査モジュールを分離、観測を開始しろ。了解。オルフェウス回避起動。サブ探査衛星分離します。サブモジュールのライブフィード接続完了。モニターに表示します。これは一体何が起きているんだ？やはり仮説は正しかった。冥王星の正体は。
巨大なクラゲのようですね。クラシーブ。この生命体を SCP-23621 と命名。直ちに移動軌道を計算しろ。あれが地球に向かってきたら終わりだ。ニトリ、軌道分析は可能か？失礼します、エキストラさん。冥王星のサイズと映像を対象し、23621のサイズと座標を計算、移動速度を予測します。現在対象は毎秒約10メートルの加速度を得ています。速度は秒速 30km と推定。方向を他の天体と集合した結果、カイパーベルト方向へ移動中です。直線方向への移動を仮定し、観測されている天体のデータベースと比較。目的地と推定されるのはバーナード星です。オルフェウスから探査機ユーリディケを分離。可能な範囲でいい。対象を追跡し、最大限データを確保しろ。これで一段落か。とんでもない瞬間を目撃してしまったな。私の仮説は冥王星は何かの卵ではないかというものでしたが、的中してしまいましたね。おそらく 100JP の件で負荷が促進されたのでしょう。あれが卵だったということは、つまり似た状態だった他の準惑星たちもいずれあの怪物になる可能性があると。該当する天体群へ探査機を送り、監視を強化せねばなりませんね。いつになるかは分かりませんが、放置はできない。それはそうと、いくら財団でも惑星を一つ隠蔽するのは不可能です。そういえばもうすぐ NASA の探査機ニューホライズンズが冥王星の高解像度写真を撮影する予定だ。これが世間に知られれば大混乱になる。我々が直接動く必要がありそうですね。そのための機動部隊オミクロン12ですから。何か策があるようですな。隠せないのなら忘れさせるのも一つの手です。情報操作によって人々の記憶から自然に忘れ去られるようにするのです。情報操作か。好みではないが仕方ないか。サイト103の方も心配です。状態を直接確認しないと。そうだな。我々がここでできることはもうないだろう。よろしいですかな、ブラウン博士。お二人はサイト103で状況報告をお願いします。あとは我々が処理します。ああ、オイボレアライグマさん、ホセによろしく伝えてくれ。ホセに。ああ、うん。なぜここでチンピラの名前が。奴の元妻だそうですよ。なんだって。さて、ここからは私たちが主役だ。これから苦労するのは私なのに、よくそんなことが言えますね。はは。では頼んだよ、サイドキック。私も準備をするとしよう。了解。コードネーム冥王キラーを発動。オミクロン銃にこれより情報戦に突入する。了解。オミクロン12全体員作戦開始。目標は各国の天文研究所のデータベース。冥王星に関する全情報を削除し、新たな情報に改善する。総員ナチャチャテラッツ。冥王星の現状をもとに AI による画像改ざんを開始。陰謀論者対応用の資料散布作業を開始。各国の衛星管理センター最終管理者のアクセス制限の掌握。人工衛星の軌道へ干渉。カメラが冥王星を捉えられないよう調整中。現地潜入エージェントはメインサーバー内の冥王星の画像資料を破棄。
また現在の冥王星の状況を目撃した民間研究員には記憶処理剤を投与せよ。ニューホライズンズ冥王星の撮影範囲に侵入したことを確認。ハイジャック用衛星を経由し光学データを置換します。博士、国際天文学連合での発表スケジュールおよび論文の準備が完了しました。さあ、では有名人の登場といくか。続きまして天文学者のブラウン博士より冥王星の準惑星への再分類に関する論文発表がございます。あとは時が解決してくれるのを待つだけか。天文学界は冥王星の惑星としての地位をあまりに傲慢な決定ではないでしょうか。冥王星の象徴性を考えれば。冥王星は惑星だ。予想通り論争が大きくなっていますね。人類の歴史に冥王星を殺した男として記録されるだろうな。だがこれからメディアや教育の場で冥王星が語られる機会は減り、時が経ち世代が変わるにつれて自然と忘れ去られていくさ。しかしいずれ探査機が冥王星の破片を発見することになるかと。頃合いを見て小惑星が衝突したという捏造した観測記録を公表すればいい。それより気になるのは SCP-100JP の方だな。確かに恒星と惑星系のモデルだと認識していましたが、宇宙怪獣の卵までが模型として存在するとは理解に苦しみますね。我々はまだ宇宙を完全には理解できていないのかもしれん。SCP-23621 もまたこの宇宙を構成する重要な要素の一つなのかもしれないな。あの赤いカビのようなものは孵化直前を意味していたとでも。ああ、誰がわかるというのだ。本当は惑星とは全てあの怪物の卵で、あるいはこの地球もな。80年代の三流小説でもそんなセリフはありませんよ。ははは、まあ例え話だ。Frigida me
sum estet confractum ut cunabula pro nova stella significationem vitae missi et in pulverem redactus sum olim fissuraque pit et de somno vetusto excitatus sum creatura intrame latens magni salis expansis avolavit fractus sum et spargebar in fragmenta per universum vagans nomen Plutonim appellatus iam solum memoria obscura num recordabuntur homines quime olim planetam vocabant in scientia sua pulatim minor fiebam veritas abscondita manet fabula nullo nota vita intus ille magne alae iam solum fabula factae sunt